最後の擬態人格チップか。オデッセイ様、まだお休みにならないのですか？そうだな。何か用かね。ステファニーの子はオデッセイ様にご用件があるようです。入れてくれ。かしこまりました。オデッセイさん、夜分遅くにお邪魔してすみません。いいさ。俺もちょうど眠れなくてね。それでいきなりどうしたんだ？オデッセイさん、娘さんのことを教えてくれませんか？もちろんネモシューネのことだけではない。その姉 D 型 B2 の開発者と人格提供者のことも含めて。もう知られたのか。ニムビウスによって構成される全ての仕組みは君たち通感覚者の前では裸同然。 D 型 B2 のコアにリンクを行った今、遅かれ早かれ知られることだった。いいえ、あなたが思うほど俺は完璧じゃない。かろうじて何かを感じただけだ。 D 型 B2 ともう一人の娘さんはより緊密な関係にあるらしい。より緊密な関係。人格チップは所詮人格の複製でしかない。本物の人間じゃない。君の気持ちは理解できるが、もし彼女のためにここにいる全員の命を危険にさらそうというのなら、俺も君を止めるぞ。安心してくれ、オデッセイさん。本部の命令に逆らうつもりはない。ただ D 型 B2 の友人として最後に彼女のことをもっと知りたい。どんな人だったのかを俺は知りたい。本当の思いや意志を引き継ぐにはまずそれを知らないといけないんだ。ダプネ。これがあの子の名前だ。 D 型の D はその名残だ。あの子は生まれた時から先天性疾患があり20年しか生きられないと医者が判断した。それでも彼女は賢くて同情心が強い子に育った。より多くの人が救われるため日々懸命に。俺と妻の影響もあったのか、大きくなったあの子はアイギスの科学館に就任し幽霊プロジェクトの責任者となった。だがその頃から彼女の病はどんどん悪化していった。俺と妻はあの子を愛し、彼女が俺たちから離れていく事実を受け入れられなかった。そこで俺はある思い切った決断をした。それで彼女の人格を D 型 B2 に？いや、あれはあの子自身と妻の決定だ。俺から見ればそんなことをしても彼女の命を伸ばすことはできないから、当時は反対していた。俺はより過激でリスキーなやり方を選んだ。それは？俺はもう一人のダプネを創造した。アイギスのクローンと遺伝子組み換え技術によってもう一人のダプネを生み出した。病に侵されることなく人格もオリジナルのダプネを完璧に復刻した一人の生命。彼女の名はネモシューネ。このことが原因で妻も俺と縁を切った。俺の行為は疑いなく一線を越えてしまったと思ったのだろう。だがダプネはそれでも俺を嫌いにはならなかった。これから生まれるネモシューネを受け入れ、そして最後の時にこう誓った。私はマヤを、あの人たちを最後まで守り抜く。それはあの子の最後の願いであり、 D 型 B2 のプログラムに刻み込んだ人格でもあった。出身や生い立ちは関係なく、マヤに住む全ての人々は彼女が守護する対象。
D 型 B2 が現在になった人間を攻撃できなかったのはロボット工学三原則とかじゃなく、人格を構成する基本がそもそもの原因でしたか。そうだ。だからこれは技術的な問題じゃないんだ。この制限をなくすには徹底的に彼女の人格を抹消するしかない。こうなると予想してなかったんですか。人格チップは全ての機能を失ったと思っていたよ。幽霊事件で旧型の幽霊は似たような状況に遭遇した。彼らは設計上の欠陥によりフリーズし、罪のない市民を虐殺する新型をただ傍観していた。ネモシューネもその日俺たちの元から旅立った。あまりにも悲しい記憶に耐えられなかったのかもしれない。事故の当日、半分に及ぶ旧型が人格チップの自滅を選んだ。封印の命令が下りて以降もチップを自滅させる旧型機が続出していた。科学館でさえも阻止できなかった。俺すらも旧型機を諦めようとしたが、そうならなかったのはステファニー女子のおかげだ。博士が？彼女は通感覚者計画を俺に教え、最後の希望をくれた。だから君が目覚めるずっと前から俺はすでに待っていた。君が幽霊を操り、彼女たちに夢の続きを見せてくれるのを待っていたんだ。でも結局俺はチップの制限を突破できなかった。今となっては俺たちにできることは人格チップの自滅をそばで見守ることだけ。ダプネーもネモシューネももういない。俺にもよく分かっている。幽霊はその子たちの投影、あるいは夢だ。彼女たちの存在意義はマヤを守ることにある。人の存在ではなく存在が理想そのものか。君には受け入れがたいだろうが、これは事実だ。彼女たちの望むままにさせてあげよう。分かった、オデッセイさん。これが真実だというのなら俺も受け入れるしかない。ありがとう、ステファニーの子よ。君は母親と同じように善良な人間だ。いいえ、これも俺の役目です。それではこれにて失礼します。おやすみ、オデッセイさん。ああ、おやすみ。明日の成功を祈る。ダニューブのナビゲーター様、どうぞこちらへ。ダプネ、ネモシューネ、それに D 型 B2。我が子たちはやっと安らかに眠れるんだな。ごめん、帰るの遅くなっちゃった。ごめんなさい、心配かけて。私を探すの大変だったわよね。お湯を沸かしといたからゆっくり使って。何か勘違いしたようだ。かといって行為を無駄にしちゃまずいよな。ありがとうなチャリサ。ちょうどお風呂にしようと思っていた。だがその前に君に話したいことがある。 D 型 B2 の話だ。これまでのことはこれから起ころうとしていることの
ほんの始まりでしかなかったんだ。どれだけ沈んだ気持ちを抱えて眠りについても、このぐらい未来への覚悟を固めても、これから起こる三流 SF 映画みたいな展開が軽々と俺の理解を超えてしまうだろう。いや、放り出されると言うべきだろうか。時間という砂漠を走る列車と衝突するみたいに。でもそれじゃ放り出されるまでもなく、ただ踏み潰されるだけだな。そうなれば俺の心も何もかもがバラバラだ。そしてこいつは誇張でも何でもないんだ。